やっぱりエルフって良いですよね。争いのない森で1000年くらいのんびり暮らしてずっと若々しいままで。統計で言うならあれは超高齢化が1000年間続いている老人村だ。ちょっと待ってください。ロマンが死にました。平均年齢650歳、扶養率若者1人当たり老人7人、経済成長率ほぼゼロ、イノベーション指数マイナス。外部から見ればあそこは限界集落の最終形態だよ。ファンタジーリアリストへようこそ。進行のミヤです。今日はみんな大好きエルフの話です。寿命1000年、いつまでも若々しい容姿、高度な魔法と文化。正直私も老後が不安だから来世はエルフでお願いしますってずっと思ってました。老後が不安な人間が900年の老後を欲しがるとはね。君、老後20年ですら積み立てに苦しんでる世界を見てきたんだろ。確かに。仮にエルフが現役で働く期間を200年としよう。100歳から300歳の200年間働き、残り700年から800年を引退して森で悠々自適。それを成立させるには現役時代の貯蓄と若者の負担で老後700年を賄わないといけない。人間の老後20年でさえ年金制度が悲鳴を上げるのに、エルフはその35倍の老後を抱えている。35倍？これ冷静に考えたら人生ガチャ SSR じゃなくて罪条件付き縛りプレイじゃないですか。今日は長寿イコールチートという誤解を捨てて長寿経済の罠を数字で殴る回だ。まずは人口構造、エルフの里の人口ピラミッドから見ていきましょう。これはとあるエルフ集落の推計だ。ざっくり分けると0歳から300歳未成年を使い子供人口の 20%、 300歳から600歳働ける現役人口の 10%、 600歳から1000歳長老引退世代人口の 70%、 現役 10% が子供 20% と老人 70% を支える。つまり1人の現役が9人分の生活を背負う構造になっている。9人扶養。人間世界でも高齢化やばいって言ってるのにそれどころじゃないですね。しかも0歳から300歳は政治参加権なしだ。300歳まではまだ人生経験が浅いという理由で選挙権も財産権も制限される。つまり投票所には600歳以上の票しか集まらない。ということは年金を減らす政策、介護負担を減らす改革、子どもの教育に投資する予算みたいな未来への投資は全部選挙で負ける？その通り。老人の数が圧倒的に多い社会では老人にとって都合の良い政策だけが通り続ける。年金は減らすな、医療と介護には無制限に魔力をつぎ込め、若者は森の維持管理に従事せよ、外に出てはならぬ。結果として若者のエネルギーは全て過去の維持に吸い尽くされ、未来のための投資、新技術、開拓、教育が削られていく。永遠の森って永遠に過去に縛られた森だったんですね。でも教授、長寿なら経験も知識もたくさんあってむしろ文明が進みそうな気がしますけど。それは個人のスキルの話だ。社会全体の技術進歩は別の法則で動く。結論から言おう。文明は人が死ぬから前に進む。どういうことですか？新しい技術、新しい価値観はいつも古い世代の常識と衝突する。人間社会の場合、古い価値観を持つ世代は60年から80年で自然に退場する。新しい世代が主流になり次の社会を作る。この世代交代の速度が技術進歩のスピードを決める。でもエルフは死なないから。エルフの長老会議を想像してみたまえ。議長950歳、前議長930歳、その前の議長900歳、まだ顧問として居座っている。この人たちが500年前からずっと同じメンバーなのだ。新しい魔法理論、新しい技術、新しい社会制度を提案しても彼らの口癖は一つ。800年見てきたが前例がない。結果、森の中の技術レベルは500年前からほぼ変わらない。賢き種族の正体がアップデートできない OS だったとは。だから彼らは今も弓矢にこだわる。自然に優しいからではない。銃や機械を使える世代が意思決定の場に上がってこないからだ。でもエルフって人間より豊かで人間と恋に落ちるロマンチックな話も多いですよね。森から出て人間と結婚して幸せに暮らしてるエルフもいるって聞きます。エルフ金融庁の内部資料を見せてやろうか。商品名、人族短命種、想定寿命80年、
平均年収〇〇、満期時に全資産が配偶者に移転。エルフたちは人間のことを氷回り短期満期の資産形成商品と見ている節がある。ポイントは3つだ。人間は働き盛りの期間が集中する。20年から60年。寿命が短いので待てば遺産が手に入る。相続の仕組み上、配偶者であるエルフに財産が集まりやすい。つまりエルフ視点では、若くて稼ぎの良い人間と約60年付き合えば、その後の900年は遺産の利子で森暮らしができる。それ恋愛じゃなくて投資案件ですよね。もちろん全てのエルフがそうだとは言わん。だが経済構造として見ると、長寿種族は短命種族との結婚を資産形成に利用しやすいのは事実だ。永遠を一緒に過ごしましょうって言われたらキュンときてたけど、翻訳すると君の寿命が尽きるまで待ってあげる、その後の数百年君の遺産で暮らすねって意味で、経済学はロマンを翻訳してしまうんがな。今日だけでエルフの森イコール限界集落、長老イコールアップデート拒否税、人間との恋イコール投資商品、私のロマンが全部ショートしました。まとめよう。エルフ社会は超高齢化プラスシルバー民主主義で、若者が9人分を背負う地獄構造。世代交代が起きないため、技術も価値観も数百年単位で停滞する。長寿種族のとって短命種族との結婚は氷回り資産形成になり得る。人間はすぐ死ね。だからこそ世代は入れ替わり、新しい考え方が主流になり、古い制度を壊せる。死は個人にとっては美劇だが、社会にとっては更新ボタンでもある。長寿は祝福のように見えるが、更新ボタンが押されない世界はやがて静かに腐っていく。すぐ終わってしまうからこそ、今の一世代に意味があるってことですね。そういうことだ。でも教授、それでもエルフに本気で恋しちゃう人もいると思うんです。種族も寿命も違うけど、それでも一緒にいたいって。ならばロマンを守るために契約という現実の鎧を着ればいい。私のノートでは、婚前契約ひな形、君が死んだ後、君の遺産が全部エルフの里の長老会に吸い上げられないようにする条項、詐欺チェック、愛か投資かを見抜くための3つの質問とその回答例、逆転の発想、エルフの長寿を利用して一族の資産を数百年単位で守らせる管財人契約の組み方を解説している。ロマンで搾取されないためのガチホームガイドですね。エルフに口説かれたことがある人も、これから口説かれたい人も概要欄からチェックしてみてください。今日の話を聞いて人間で良かったかも、長生きしすぎるのも怖いなと思った方は高評価とチャンネル登録をお願いします。次回は魔法学園の学費はなぜ高い、卒業生の9割が就職できない魔法使いバブル崩壊のメカニズムについて語ろう。奨学金と学歴バブル地獄。それでは皆さん、また次回のファンタジーリアリストでお会いしましょう。